女に手を出すな。これ以上の悲劇は起こさせない。もうやめてよ。彼女はルールを破っていない。切り捨てる理由はないはずだ。なんでおめえ。私は君たちを守りたい。そのために互いに冷静になるべきだ。みんな聞いてくれ。私たちはどうやらここで共同生活を強いられることになる。それがいつまで続くのかはわからないが、今はおとなしく従おう。知り合ったばかりではあるが、私は君たちをできる限り守りたい。先ほどのヒロ君のような振る舞い、またあの状況下でアリサ君のような逃亡は全員に危険が及ぶかもしれない。今後は勝手な行動を慎んでもらいたい。まずは自分のポケットを見てくれないか。各自スマホを配給されているようだ。本当だ。僕の持ってたやつじゃないけどスマホを持たせてくれてる。これがあれば外と連絡できる？残念ながら圏外だ。外との連絡手段にはならない。我々は捕まって閉じ込められたのだから当然だろうが。このスマホの中に魔女図鑑というアプリが入っていた。先ほど獄長も言っていたが、魔女図鑑はルールブックらしい。牢屋敷のマップや規則、我々の囚人情報が入っていた。この魔女図鑑に記されたルールを遵守し生活していこう。全員しっかり目を通しておいてくれ。さっきうちは守ってくれなんて頼んでね。魔女とか囚人とか知るかよ。1秒だってこんなとこいたくねえ。うちはここを出るからな。反抗的な態度を見せたらまた看守に何をされるかわからないよ。おめえには関係ねえだろ。ほっとけよ。他のみんなはちゃんと協力してくれるだろ。僕も嫌だ。ヒロちゃんを殺したあいつらに従うのなんて嫌だ。あいつらを絶対に許さない。なるほど。エマ君はどうやらヒロ君と顔見知りだったみたいだしね。しかし仲が良さそうには見えなかったけれど。ヒロちゃんは正しい子だから。まあ従うつもりがないのは分かったよ。強制はしない。ただ今はなるべく穏便に済ませたい。危険因子と行動を共にすることはできないかな。私もエマさんについていきますよ。面白そうな方につくのが私の心情ですから。そしてエマさん、あなたからは面白そうな匂いがプンプンしているので。プンプン？私もあなた側につきますわ。偉そうに仕切るやつが嫌いなんですの。エマさん。あれれ？グループが2分割しちゃいましたね。どうやらそのようだね。みんなで協力し合うに越したことはないけれど、意見が合わないなら仕方ない。私たちは一旦地下に戻るよ。ルールによれば地下官房にいなければいけない時間だ。
私たちはどうするんですか？みんなで協力して看守をぶっ殺します？そんなことできないよ。ヒロちゃんみたいに殺されちゃう。ヒロちゃんを殺した看守も獄長も許せない。でも考えなしに突っ込んでも同じ目に遭うだけだ。冷静に行動しないと。とりあえず僕たちも一度地下に戻ろう。規則には目を通しておくべきだし。まあそうですよね。でもおとなしくしているつもりなんてない。僕は絶対にヒロちゃんを殺したこと許さないから。僕の囚人番号は658番か。古臭い建物なのにオートロックなんだ。なんかいびつだな。ヒロちゃん。パニックでほとんど見てなかったけど、洗面所やトイレ、机なんかもある。最低限の生活保障はされてる。僕らはずっとここで生活していくの？そうだ、規則を確認してみよう。自分の持ってたスマホじゃないけど、機能はよく知ってるやつと同じみたい。時間の確認ができるのは助かる。これで外と連絡さえできたらな。懲罰房ってどんなところなんだろう。殺人事件なんて起こるわけないよ。ヒロちゃんは暴走したけど、みんな同世代の普通の子に見えた。その子たち同士が殺し合いするなんて想像もつかない。魔法？そんなもの僕は使えないけど。疲れた。ふかふかのベッド、お気に入りの抱き枕、高校の制服、全部なくなっちゃった。お父さん、お母さん、心配してるかな。きっと警察に捜索願いを出して必死に探してくれてる。中学では失敗しちゃったけど、高校ではたくさん友達作るぞって。もうお父さんとお母さんに心配かけないぞって決めてたのに。なんで僕はこんなところに閉じ込められちゃったの？夕食。そういえば起きてから何も食べてない。お腹は空いてる。こんな生活受け入れたくないけど、食べないと考えがまとまらない。食堂ってどこだろう。あったあった。食堂は
城ヶ崎ノアちゃん。あのさ、ご飯だけど行かないの？ノアは今日ご飯食べないんだよ。まだお絵かきの途中だから。この子、捕まってる自覚あるのかな？なんかやたらのんきだけど。お絵かきって何を描いてるのかな？ちょっと待ってね。なんで？ノアの絵、勝手に動いちゃうんだ。絵だけじゃなくて、液体はね、全部勝手に動くの。蛇なんて描くつもりなかったのにな。やり直さなきゃ。勝手に動くって、それって魔法だよね。さっきメルルちゃんの手が光って僕の血を止めてくれたのと同じだ。魔法は本当に存在する？今は考える余裕がないや。じゃあ僕は行くね。離せクソ、離せよバケモンがよ。あの子は確か使徒アリサちゃん？ふざけんな。なんでうちが？抵抗したら殺されるかも。アリサちゃんを連れて一体どこへ？おーい、エマさん、こっちこっち。あ、別に席が決められてるわけじゃないんだ。ビュッフェ形式だったので、エマさんの分も適当に取っておきましたよ。ありがとう。いじめじゃないよね。ってことは、この牢屋敷の料理がひどいってことか。見た目はあれですが、結構いけますよ。あなた味覚ぶっ壊れていますの？超絶マジですわ。これってあの看守が作ってるのかな？それを想像すると、なんだかあの看守も可愛く思えてきますよね。その看守のことなんだけど、僕さっきアリサちゃんが捕まっちゃってるの見ちゃって。私も見ました。何があったのでしょうか。とても心配です。さっき出てってやるって息巻いていましたし、脱走でもしたんですかね。禁止時間に外にいたのなら、懲罰房とやらへ連れて行かれたのかもしれませんわね。懲罰房、何かされるところなのかな。あいつ、魔法を使っているにちげえねえですわ。魔法？メルルちゃんや
さっきのノアちゃんにも信じられないものを見せられた。それって普通のことなのかな。女子を誘惑する魔法なんか使って、しかも芸能人だからって囲いを作って偉そうに。魔法って言えばメルルさんの魔法もすごかったですよね。いや、現実に魔法があるっていうので私はもうびっくりなんですけどね。そんな。大したことはできません。エマさんの血を止められただけですし。ねえ、みんなは当たり前みたいに魔法って言ってるけど、ここに捕まったみんな魔法を使えるってこと？僕、魔法なんて使えないと思うんだけど。私もエマさんと同じですよ。魔法なんて初めて知りましたし、使えません。何も知りませんのね。シェリーさんもあなたも。魔女因子を持ってる子は不思議な力が使えるんですの。それが魔法。あなたたちも気づいてないだけで何か不思議な力を持っているはずですわ。私不思議な力なんて持ってないですよ。特技って言えばちょっと力が強いかなーってくらいで。どこがちょっとなんですの？ゴリラ女。ひどいです。リンゴくらい誰でも潰せますよね。はい、それあなたの魔法。そっか、私って魔法が使えたんですね。いやー、照れますね。逆に今まで気づかなかったのが信じがたいですわ。で、ハンナさんはどんな魔法をお持ちで？仕方ないですわね。そんなに見たいのなら見せてあげてもよろしくってよ。これが私の魔法ですわ。すごい。このまま移動もできますのよ。こんな風に私たちは魔法を持っていますの。きっと魔女見習いみたいなものね。自分が不思議な力を使えるって気づいた時から、私いろいろ調べてきましたの。魔女因子や牢屋敷のことは都市伝説で聞いたことがありますわ。魔法を持つ者は魔女になるかもしれないから、15歳で牢屋敷送りになるって。そういえば私も友達からそんなような噂聞いたことあったかも。僕全然知らなかった。僕友達いなかったもんな。でもやっぱり魔法なんて信じられないや。僕間違えてここに連れてこられたんじゃないかな。可能性はありますわね。検査なんていつされたのかもわからないですし。私、牢屋敷送りが嫌でこの能力をずっと隠してきましたのに。こんなところに閉じ込められて、この先どうなってしまうんですの？